こんにちは、ロック204チャンネルです。今回は Python in Excel 第11回データの正規化と加算平均についてお送りします。最初にデータを保管の概要について説明します。左のようなデータがあるとき、これを違う軸で表示するには、インターポルテインタープ 1D 関数を使用してデータ保管のためのモデルを作ります。そして、この保管モデルを適用させて違う時間軸で表示したのが、右のグラフとなります。それでは具体的にプログラムを見ていきましょう。最初にデータ保管のためのモジュール CP のインターポレートをインポートします。そして、サンプルデータを DF にデータフレームとして取り込みます。こちらは先ほど取り込んだデータで EF より X 系列、Y 系列をグラフ化したものです。このデータをデータ保管するため、インターポレート、インタープ 1D 関数を使用して、データ保管のためのモデル、fit and align データを作成します。この関数の引数として、X 軸、Y 軸のデータを入れ、保管するタイプを kind イコール一重引用符リニア一重引用符として設定します。この意味は線形保管を意味します。そしてデータモデルとして、fit and align データとして設定しています。次に新しい X 軸をアレンジ関数によって取得しています。これを AXNew とします。そして3行目で先ほど設定した fit and align データ関数を使用して保管されたデータの Y 系列を YNew として取得しています。この新しい系列 XNew、YNew を使用してプロットしたのが右の図となります。データ保管の種類を kind オプションによって設定できますが、規定値のリニアの他に、このような種類の保管方法を設定することができます。それではもう一つ例を行ってみましょう。ここでは異なる時間軸のデータを正規化して、同じ時間軸に合わせてデータ保管します。そして、この3つのデータの加算平均を求めたものが右の図となります。最初に使用するモジュールを読み込みます。NumPy、CP、Matplotlib を呼び込みます。次に元の波形となる3つのデータを作成します。この波形はいずれもサインカーブで構成されます。そして時間軸の AX は3秒、5秒、7秒のデータとします。この3つの波形にランドン関数を使用してノイズを与えています。そしてこの3つのデータをメジャーメンツとして保存します。こちらが元のデータを表示するプログラムとなります。次にデータの正規化と保管を行います。2行目は、リサンプリングしデータ保管を行うための共通する時間軸の設定です。そして5行目で I 軸のリサンプリングデータを保存するリストをリサンプルドアンダーラインデータとして設定します。次に7行目以降で、3つのデータについて共通する時間軸でのデータ保管処理を行っていきます。8行目は、タイムアンダーラインノーマライズドとして0から1の範囲で時間軸のデータを作成します。次に9行目で、インタープ 1D 関数を使用して保管モデルを作成します。引数として、X 軸として、タイムアンダーラインノーマライズドとメジャーメンツよりの値データ、そして保管タイプを線形保管としてリニアをセットします。13行目では、リサンプルドアンダーラインデータに、このモデルを使用し共通する時間軸コモンアンダーラインタイムに合わせデータ保管したデータを追加していきます。次に2行目でリサンプルされたデータを行方向に平均値を求め、これをアベレージアンダーラインデータとして保存します。これが3つの波形の加算平均となります。4行目以降が正規化されたデータと加算平均の値をプロットするグラフのコードとなります。今回は Python in Excel を使用して測定時間の異なるこのようなデータを3つ用意して、それを1つの時間軸に正規化して、その加算平均を求めましたので紹介します。まず、この3つの波形を求めるプログラムの方から紹介します。こちらの方ですね、まずモジュールとして NumPy と SciPyインターポレート、インター PHD、それからグラフのマットプロットリーブですね、それをまずインポートして、そし
て、サンプルデータを作成します。サンプルデータは3秒のデータ、5秒のデータ、7秒のデータですね。それのサインカーブをまずここで作成してやります。で、そしてこちらの方でですね、ノイズを加えていきます。そしてこちらの方でデータをプロットしていくっていう流れになってきます。そのようにして3つのこういったですね、3秒、5秒、7秒のデータ、を作ります。そしてそれを、共通の時間軸に合わせて正規化を行っていきます。0秒から1秒の間ですね、のデータ、コモンタイムと言われる、時間軸を作ります。01で100個のデータですね。そしてリサンプリングするためのリストをここで作ります。そしてこちらですね、4分で、ここで、このメジャーメントと言われるのがここの先ほどのデータですね。3つのデータ。これを3回ほど回しますけども、ここでまずタイムノーマライズという変数に時間軸を作成していきます。そして、こちらの方ですね、インターポレーターという関数を定義します。インター PHD という関数を使って、ここでこの関数はスチパイの関数ですねを使用して線形補完関数インターポレーターを作成するということです。そしてタイムノーマライズとデータをここで入力して共通の時間に沿ってデータを保管していくっていう、線形補完ですね。それを行っていきます。そして、ここで、この関数を使って共通の時間軸に沿って保管を行ってリサンプルデータというリストに追加していくという操作を行っていきます。そして、得られたリサンプルデータの行方向に沿って平均値をアベレージデータに求めてそれをプロットしていくというのがこちらの方になります。で、こうして得られた波形ですね。これが0から1まで、積化されたデータ、薄いブルーのデータ、オレンジ、グリーンのデータというのが、リサンプリングされたデータになります。そして行方向に、平均値を取って、やった平均値が黒いデータになります。これが加算平均になります。こうするとですね、時間軸の異なるデータであっても平均的波形を求めることができます。